2021年10月4日、大体今日のドイツラントをお送りします。今日のテーマは、ドイツの今のコロナ状況について、集団免疫、ワクチン接種率、ワクチン接種の義務化の是非についてを軸にご紹介します。どうぞ。ドイツのコロナ状況。現在私の住んでいるヘッセン州で取られているコロナ対策は主に3つあります。それは屋内でのマスクの着用、人との間に 1.5 メートル距離を空ける、3G ルールの適用です。3G ルールというのは、レストラン、カフェ、理髪店、博物館等に入る、またはイベント等に参加の際に必要な要件で、ワクチン接種済み、コロナにかかって回復済み、または検査で陰性だったのいずれかを満たしていることが求められます。ワクチンは今は予約なしでも受けられるようになっています。PCR テストは有料で、その結果は3日間有効です。抗原テストまたの名をクイックテストは無料で、その結果は24時間有効です。これでどういう生活になるかというと、それほど不便なく暮らせます。出かけるときはいつもマスクを持ち歩き、屋内に入るときにはマスクをつけて、出るや否や外します。スーパーのレジに並ぶときは間隔を空けるようにし、博物館に入るときは携帯でワクチン接種済みを証明する QR コードを示します。うちの10代の子どもたちはまだワクチンが済んでいないので、3G ルール適用の場所へ行くときには30分ほど早く出発して、近くのスーパーかホームセンターかショッピングモールで抗原テストを受け、15分後には結果が出るので、陰性なら目的地でそれを提示します。それで OK です。陽性の場合はさらに PCR テストを受けて結果を確認し、指示に従うことになっています。ドイツではここ数日新規感染者数が下がってきていますが、これから来る暗く寒く雨の多い季節に室内での感染がぐんと増えることが予想されています。RKI ロバート・コフ・インスティテュートは、集団免疫を獲得するには国民の 85% のワクチン接種が必要とアドバイスしています。それに対し実際には9月30日現在で全体で 64.4% までしか進んでいません。政府は年末までになんとか 75% まで割合を上げようと計画しています。ワクチン接種者の割合が増えるスピードが遅くなっているのは、ワクチンを受けたくないと考える人が受けていないからです。調査によると以下のような理由があることが分かってきました。75% の人はすでに他の多くの人が接種しているので自分は必要ないと考えている。72% はワクチン接種した場合のデメリットがメリットを上回ると考えている。安全性についての懸念があるという回答も 40% ありました。その人たちの心配は主に研究が不十分なのではないか、メディアへの不信、副作用についての不安というものです。また 35% は日々のストレスのため、さらに余計なストレスや予定が欲しくないということでした。そのような理由を了解した上で、ワクチン接種率を上げていく工夫が必要です。その2つに、ワクチンを受けやすくする方法と、ワクチン接種を義務化する方法があります。デンマークは図書館、スーパーマーケット、ショッピングモール、市場など、ワクチン接種可能な会場を増やし、人々が気楽に便利にワクチンを受けられるようにしています。その効果が出て、接種率は 75% を超え、先月規制のほとんどを撤廃しました。一方でギリシャやイタリアなどはワクチン接種を仕事に従事する条件にしたり、罰金を課したりすることで接種率を上げようとしています。アメリカは啓蒙キャンペーン、説得、食事券、宝くじチケットなどいろいろ試しましたが、それでは接種率アップへの効果が小さすぎたため、今では義務化の方式をとっています。
ニューヨーク大学医学倫理部部長のアーサー・カプラン氏は、義務化で効果が出るし、倫理的にも問題ないと話しています。義務化に反対の人々は、My body, my choice、私の体のことは私が決めると言いますが、大事なことは Don't kill your neighbor, don't kill the vulnerable、 隣の人を殺さない、弱い人を殺さないと考えるべきで、誤解や恐れをワクチンを受けない理由にしてはいけないと言っています。ドイツは今のところデンマーク寄りの方法を採用していますが、ワクチン未接種者が不便になる施策も用意しています。まず今月11日からは今まで無料だった抗原テストを有料化します。ワクチン推奨までに時間差のあった12歳から18歳の若者や一部の例外を除きます。また室内施設等の 3G ルールを 2G ルールへ、つまり検査での陰性証明を無効とします。ルール適用の場所に入るためにはワクチン接種か回復者である必要が出てきます。これは国全体の施策としては発表されていませんが、すでに導入済みの州もあり、広がっていくかもしれません。さらに感染者と濃厚接触で隔離が必要になった際、これまでは隔離期間中の給料が支払われていましたが、これが11月1日から廃止になります。ワクチン接種者の場合、隔離が必要ではないところ、自ら希望してワクチンを接種していない人が隔離のために働かない日の給料を税金から支払うのはおかしいからと担当者は説明しています。これらによりワクチン未接種でいることのデメリットは大きくメリットを上回るようになります。事実上の義務化とも言えます。これでワクチン接種率が上がって、ドイツ国民はロックダウンなしにクリスマスを楽しめるようになるでしょうか。日本にも同じように冬が近づいてきますね。いろいろな対応がうまくいってのびのび過ごせる冬になりますように。今日のニュースは以上です。動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けてあります。興味のある方はご覧ください。ではおまけです。ドイツにゆかりのある音楽とドイツにゆかりのある人の名言を紹介します。今日の音楽は眼光鋭い肖像画が有名なルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンです。曲はピアノソナタ第8番悲愴の第2楽章です。第1楽章であらゆる悲しみの局面に浸った後で少し光が見えてきたような音楽です。次のステージへと踏み出していくような第3楽章を続けて聴くのもお忘れずに。名言はゲーテの若きウェルテルの悩みから、あの人が私を愛してから自分が自分にとってどれほど価値あるものになったことだろう。よかったですね。今日はこれで終わりです。次回までごきげんよう。Bis zum nächsten Mal. Tschüss.